はようございます。朝は、子供たち2人のお世話でバタバタしちゃうし、健康的にも済ませたいので簡単でヘルシーなグラノーラです。いろんな味で作るんですけれども、動画でも紹介しているココナッツチャン風グラノーラを今日作りました。あといろんなフルーツを入れて、あとはコーヒーとか紅茶をできるだけ少なくしていて、朝は私がやっているサロンのメンバー様に教えていただいたカルダモンを入れる左右にすごくハマっていて、彼も強制的に左右です。カフェインいらなくなったね、朝ね。今長女を、次女と一緒に送りに行って、今次女が寝たところなんですけど、ちょっとまだボサボサなんですが、今日はゆっくりできる日なので、今から運動したり、家のことをいろいろする日にしようと思います。今次女が寝てるのでちょっと急いでまず運動します。次女が生まれる前は週に2回から3回やっていた運動が、今は週に1回から2回にちょっと頻度落ちてるんですけど、まあやってることが大事ということで、いつもお家でトレーニングっていう感じなんですけど、やります。今日のパリはあいにくの雨なんですけれども、朝から体を動かしてかなり体がすっきりしました。で、いつもだいたい今11時なんですけれども、この時間には私はやっぱり朝ね、グラノーラだけだとお腹が空いていて、だいたいこの時間にもうランチを食べます。で、ランチはお弁当で、毎日っていうわけじゃないですけれども、週に 3,4 回は作るようにしていて、私たち家族、私と彼と、あと昼からシッターのお姉さんが来てくれるので、お姉さんの分と、あと長女が、なんていうんですか、長女が水曜日だけ学校が午前で終わって、その後アフタースクールに行くので、それ用にランチ持っていく日とかは、4人分作ってます。もうこの曲げわっぱにしたらかなり、クオリティが上がって、ご飯の美味しさが全く違うんですね。もう曲げわっぱ手放せなくなっているんですが、かなりもうシンプルなお弁当ですけれども、こんな感じもういつもこんな感じなんですけれども、今日は鶏胸肉とピーマンの味噌炒めとブロッコリーのごま和えとキャロットラペと味付け卵と海苔弁みたいなすごい普通のお弁当です。この町は、基本的にお肉は塊肉の国なので、お弁当がすごい難しくって、塊肉からお弁当ってすごい難しくって、ひき肉とか薄切り肉とか、遠くに行けば売ってるんですけど、基本的にはないので、もう鶏胸肉とサーモンとサバとタラをずーっとローテーションしてっていう感じのお弁当です。鶏もも肉もね、骨を取らなきゃいけなかったりとか、結構噛み応えがすごくあるので、長女が食べられなかったりして、そのプロテインは、特にね、お肉は鶏胸肉をめちゃくちゃヘビロテしてて、そんなお弁当を今からちょっと今もシッターのお姉ちゃんと次女が食べてるので、一緒にランチを食べて、ちょっと雨で外に出たくないなと思いますけれども、買い出しに行っていろいろ作ったりしようと思います。
帰ってきました。結構すごい雨でザーザー降られたんですけど、気を取り直して今からいろいろちょっと家事をしたりします。そして次に買ってきたサーモンをちょっと麹でつけるんですけど、前に多分何かの動画でご紹介しているこちらの、米麹ベースの麹のつける素、すごく無添加の美味しいものなんですけど、これでサーモンをつけます。明日は4人お弁当を食べるので4切れつけます。であとの2切れはちょっと離乳食にします。こういう生肉とか生魚調理する時とか、私もなんかなんて言うんだろう、これをつけるためだけに3回ぐらい手を洗わなきゃいけなくて、お魚並べて手洗って麹開けて入れて、でそれでこれでなじませて手洗って2回でした。なんかお魚お肉扱ってると本当に手がめちゃくちゃ洗うから乾燥するんだけど、皆様どうしてるんでしょうかね。なんか前はオリーブオイル手に塗ってからやったりとかしてたんですけど、なんかだんだん面倒くさくなってきちゃう。しかもこっちは香水だから余計肌には悪くって困ってます。次に、今日の夜ご飯では鶏の照り焼きを作るんですけど、また鶏肉なんですけど、鶏の照り焼きとかする照り焼きって結構なんか単純な味すぎてちょっとなんかくどいというか、そういう感じがあるなって私は思うんですが、そういうのは下味の時にちょっとね黒酢を入れると隠し味になってさっぱりといただけるんですよ。なので私は鶏の照り焼き作る時は必ず最初に黒酢を、お塩と一緒に下味として、やってます。またこれはさっきと一緒でお肉をこう並べて手洗ってまた黒酢やってとかやってるとすごい手を洗う回数が増えるので、先にバットに黒酢と、お塩しときます。今日は、長女は鶏もも肉フランスの食べれないので鶏胸肉で、あと残り3人大人がいるんですけど、3人は鶏もも肉で、その4枚で、黒酢大さじ2ぐらい入れました。でお塩は大さじ1いかないぐらい、3分の2ぐらいを使います。さっきのサーモンもこうすればよかったですね。今買ってきた紙に包まれた鶏肉を下味をつけます。だいたい私のお仕事は携帯でできるものもすごく多いので、こうやってなんかお湯が沸くのを待ってる時とかにメールを返信したりとかしてます。上にあげないとね。私は段取りが結構好きなので一日やることが全部こう時系列でメモに入っていて、それを一個一個こうクリアしながらメールの返事もしなきゃいけないからとか言ってメールを今返事してなんてやってます。今日は鶏の照り焼きと一緒に、お豆ご飯を作ろうと思っていて、こんな感じでさやから出したグリーンピースが売ってるので、それを、茹でます。まずで明日もちょっとお魚料理、洋食のフレンチのお魚料理をお家で作ろうと思っていて、それにもグリーンピースを使うのでちょっと多めに茹でちゃいます。でめんどくさい時とかはわーって茹でてザーッと揚げてっていう感じにしてるんですけど、時間ない時とかシワシワにならないような感じで今日はやってきます。横でお味噌汁作ってご飯炊いて、ちょっとコンロが大忙しなんですけど、さあ
本当にどのくらい？30秒ぐらいだけいきますね。かなり硬い段階でもうぷっくりしてこう全部上に上がってきたらこぼしそう。ちょっと一回こっちに上げます。でちょっとずつお水を足してだんだんお湯の温度を下げていくんですよ。そうするとかなりぷっくりしわしわにならない感じで仕上がります。こんな感じでとっても綺麗なつるんというお豆ができました。美味しい。最初に完璧に茹でちゃうとお湯でだんだん冷ましてる時にちょっと火が入りすぎるので、かなりちょっと固めな状態で揚げてこのお湯冷ましをやるとちゃんと食感もプチプチで美味しいです。副菜にトマトと鰹節で簡単な副菜にするんですけど、よくやるドレッシングがオリーブオイルとポン酢を1対1ぐらいで割るドレッシングを作るんですけど、結構私は和食にもオリーブオイルを使うのが好きで、太白ごま油とかでももちろんいいんですけど、献立によってはちょっとオリーブオイルのこの清涼感みたいなものがすごくアクセントにいい感じになることがよくあるので、これをよく作っております。でただそれだけでもいいんですけど、今日は照り焼きでちょっと梅とかあるといいかなと思ったので梅を叩きました。ここに蜂蜜梅干し2個分ぐらいを叩いたので、ここにオリーブオイルとポン酢を入れてトマトにかけます。簡単です。明日のお弁当用にインゲンも茹でてたんですけど、これは、メープルシロップと醤油とごま和えにしていこうと思うんですけど、練りごまの代わりに私はこのタヒニ使っていて、中東料理かな、練りごまみたいなものなんですけど、いってない生のごまから作るからすごい栄養が、セサミの栄養がすごいギュッと入ってるらしいんですよ。で結構日本でも練りごまの代わりにこのタヒニを使うっていう方たちも、健康派の方たちいらっしゃるみたいで、長女が帰ってきましたけど、これで和えます。映りたい？映りたいね。頑張れ。頑張れ。頑張れ。映れたやん。明日のお弁当の準備。はい。全部美味しい。全部美味しい。よかった。ちょっとバタバタしたんですけど、豆ご飯にこの間山椒をかけているのを懐石料理で食べて美味しかったので真似したら美味しいそうです。すごく。と、照り焼きとこんな感じです。ちょっとかなりバタバタしてしまったんですけど、赤ちゃんの離乳食なので、いただきます。ここに君はいるのね。食べたね、いっぱいね。お豆腐美味しかったでしょ。生ご飯やっぱ好きなんだ。合うね。山椒とグリーンピースご飯。